で、とりあえず、その鍵のレスキュー隊の人がさ、南京錠の鍵僕捨てとくんで、鍵も全部ください、みたいな。あ、わかりました、つって、鍵渡そうと思って、とりあえずガレージの中に2本置いてあるから、その2本を渡すわけじゃない。あれ、もう1本どこだってなって、あ、バイクのとこかなみたいな。バイクにも鍵ついてない。あれどこだろうと思って、こう、ポッケとかいろいろ触ったわけよ。あれってなって、この山はみたいな。ポッケのこの山はと思って、ポッケ手突っ込んだら、車の鍵と、バイクの鍵とかが全部出てきて、南京錠の鍵が、全部ポッケに入ってたのよ。勘違いだったの。つまり、そう、インキーしてると思ってたのが、インキーしてなくて、ただ単にポッケに入れたことを忘れて、レスキュー隊呼んで南京錠ぶっ壊してもらっただけなのね。俺、ただ、鍵持ってるくせに、ただ南京錠ぶっ壊すとこ見てえやつみたいな。そう、みたいな感じよ。で、鍵くださいってなってさ、鍵インキーしてるんでとか言ってるからさ、その鍵の人もさ、ポッケから鍵が出てきた時に、その人も、えっていう顔するわけ。で、俺も、鍵ポッケにあって、みたいな、この3本目渡すじゃない。そしたらその人はさ、ぶっ壊しちゃったけど、みたいな。大丈夫かなみたいな。でももう仕事したから、お会計しないと、みたいな。まあそうだよな。もちろん僕も呼んだしさ、もちろんだからお金支払わなきゃと思ったら、まあ、そのお会計のお金25,000円で。高えじゃん。ただお前25,000円払って南京錠ぶっ壊す技術を目の前で目の当たりにしただけってことで、最悪だよ、みたいになって、結局あったんかい、みたいな。で、もうとりあえず、明日朝、その次の日、だから6時15分に起きなきゃいけなかった。で、その南京錠の出来事が、もう夜だったからさ、もうとりあえず早く家帰んなきゃと思って、まあ落ち込んでてもね。そう、もうとりあえずすぐ家に帰ろうと思って、まあ家帰ってさ、で、もう、疲れたと。もうシャワー浴びようと思って、蛇口ひねってシャワービーって出してたのね。で、もうでも今日めっちゃ疲れたわ。で、シャワー、そう、シャワー出した時ってさ、水からお湯に変わるじゃん。そうだね。だから、水からお湯に変わる間の時間ちょっと待ってよと思って、とりあえず横になりてえと思って横になったの。ああ、シャワーだけ出して。そう。まあ、言っちゃえば10秒ぐらいよ。10秒ぐらい横になってよと思って横にバッてなったら、なんか、気づいたら、朝で。寝落ちしたの？多分寝落ちしたの。で、しかも俺の良くないとこが、その寝てる時の記憶もないの。寝たタイミングとかの。あ、もう、じゃあ完全寝落ちだ。そう。で、どうやって起きたかっていうと、次の日朝、6時15分に起きなきゃいけなかったわけよ。でも、アラームが鳴らなくて、インターホンが鳴ったの。で、インターホンピンポーンってなってうるせえなと思って、バッて出てって、受話器ガチャって取って、モニター出るじゃない。で、はいっつったら、知らない男の人が、森本さんって言ってるわけ。で誰だと思ったら、よく見たらマネージャーさんなの。森本さんみたいな。で、俺その時に、寝坊したわ。辻褄があったわけだ。アラーム鳴ってなくてインターホン鳴ってる宅急便じゃねえ。マネージャーさんが、寝坊してるから起こしに来てくれたんだ。やべえってなって、ごめんすぐ出るって言って、ガチャンって受話器切って、着替えようと思ったら、シャワー音がめっちゃ聞こえんの。出しっぱなやつだな。えってなって、シャワー出てねってなって、はっってなった時に、その時に昨日の夜、俺シャワー出したわ、みたいな。それでベッド入った。で、そのまま寝ちゃったんだなってなって、多分8時間ぐらいずっとシャワー出ずっぱなの。もったいねあったかい状態で。だから、ガスがずっと出てるし、水もずっと出てるわけよ。えってなるじゃん。で、俺寝坊してるじゃん。やばいってなったんだけど、とりあえずシャワー浴びようと思って。出てるから。もったいないじゃん。8時間出ずっぱな。8時間も温めたこのお湯に、そう浴びないのはもったいないじゃん。だから、すぐ行くわーって言って、ガシャ返ずに、風呂場出して、バーって浴びて、切って、急いで拭いて、もう着替えてごめんって言って出てったのよ。だから、その日の、もう言っちゃえば、夜から、次の日の朝までで、25,000円出費するわ、無駄な水道代とガス代を払わなきゃいけないわけよ。もうその1日、やばいよね。